よく寝た。あれここどこ？血明城じゃないよな。なんで俺床に転がってんだ？陛下。陛下。なんか声が上の方から。有利。コンラッド？どこ？部屋が暗くて見えないんだけど。天井の通気口に。大丈夫ですか？怪我は？平気っぽい。でもコンラッド、なんでそんなとこにいんの？連れ去られたあなたを探していて。とにかく無事でよかった。まさかこの城の地下にこんな部屋があるなんて。地下？城って、ここ血明城じゃないよな。ええ。時間がないようだ。え？お目覚めですかな、魔王陛下。あんた、なんとかさん。フォンビーレフェルト・バルトラーナです。そうだった。ボルフラムのおじさん。そして現在のフォンビーレフェルト家の当主です。ただし私の立場はあくまでも後見人。いずれは兄の忘れがたみである関湾ゆい我が甥に家督を譲る所存ですね。なるほど。ってさ、そんな話に入る前にちょっとお尋ねしたいんですけど。何でしょう陛下。1、ここはどこですか？ 2、俺はなんでこんなとこで床に転がされてたんですか？ 3、あんた俺に何の用事？お答えいたしましょう。ここはビーレフェルト領。この度は少々大胆な方法でお連れしてしまいましたが。大胆っていうか、これ誘拐って言わね？あんた事前にアポ取ってないよな。ぜひとも魔王陛下をお招きしたかったのです。だからどういう理由で？さあご覧ください、あの像を。って言われましても暗くてよく見えないんすけど。城へ明かりを。はい、ご主人。なんすか？今メイド服着たごっつい男の人がチラッと。当家の使用人頭の城へです。恥ずかしがり屋で人前にあまり顔を出しません。お気になさらず。気にするなって言われてもすげえ気に。うわー、何あの銅像。羽の生えたライオン？尻尾がヘビだ。獅子の強さとヘビの執念を表現したこの施設の象徴です。施設って？フォンビーレフェルト家の後継者に言い寄る不定の輩を秘密裏に集め、伴侶にふさわしい資質の持ち主であるかどうかを見極める特訓場。人呼んで獅子の穴。虎じゃなくて獅子です。さて、私は常々うちのボルフラムは優秀な子だな、なんて賢いんだろう。やはり兄上に似たのだな、さすが我が甥と思っているのです。陛下はご存じないかもしれませんが。いや、あんたが甥っ子大好きってことはよく知ってますけど。それは長寿。また常々私は異世界育ちで居場所の一定しない人物が神魔国の民を導くのはいかがなものかと思っておりまして。それもよーく存じ上げてます。そして常々ボルフラムには良きところで私の眼鏡にかなった申し分のない相手と婚姻をと思っていたのですが。それは大事なことだよね。ところが最近ボルフラムはすっかり私の言うことを聞かなくなりましてね。昔はラーナおじ上などと泣きながら大変可愛らしい仕草で私の後をよちついてきたものでしたが。そりゃあまた何十年も前の話を。全く困ったものです。次期当主だというのにしょっちゅう王都へ行き、血明城に入り浸ったまま帰ってこない。あんな男はやめなさいといくら言っても婚約を破棄しない。いや、その件に関してはですね、こっちにも言い分が。そこで私は考えたのです。臭い匂いは元から立つ。えいえ、陛下におかれましてはこの機会にビーレフェルトの地を
堪能していただきたく。そんな強引に視察旅行に連れてこられてもさ。大体俺がここにいることだってグエンダルやギュンターは知らないよな。やばくない？いかな十貴族といえど当家の問題に竹の当主が口を挟むのは筋違いです。いや、そうじゃなくて俺一応魔王なんで。今はあなたが我が甥いの婚約者であるという問題一本に絞りたいと思っております。そんな勝手に絞んないでほしいんですけど。というわけで話を戻します。よろしいですか？よろしいですね。人の話を聞かないおじさんだな。陛下にはここ獅子の穴で地獄の特訓を受けていただきます。地獄の特訓？でなければ私はあなたをボルフラムの婚約者とは認めません。ちょっと待った。誰だ？貴様に名乗る名などない。ご無事ですか、陛下。コンラッド！お前はウェラー卿、何しに来た？俺の使命は陛下の護衛だ。血命上に見慣れない使用人が紛れ込んでいるのに気づいて注意していたら、あの男堂々と陛下をさらっていきやがった。シロエは職務に忠実な男だ。どんな手段も厭わず私の望む任務を遂行する。危険な飼い犬だな。さっきのメイド服のごっつい仮面レスラーが血命上に？それは明らかに不審者。でも気づかなかった。今までの話は聞かせてもらったぞ。悪名高いビーレフェルトの婚約者獅子の穴がこんなところに実在していたとはな。悪名とは人聞きの悪い。次期当主の伴侶にふさわしい人物をふるいにかけ選別していただけだ。その結果獅子の穴で特訓後の生存率はたった5割だそうだな。かろうじて生き残ったはずの者たちも最終的には9割以上が行方不明になったと聞くが。5割の9割だから何人？ただ一人生き残ったエリザベートも有利陛下との場外乱闘に敗れただろう。あの娘はなかなか見どころがあった。だが詰めが甘かったな。まさか自分から敗北宣言を出すとは。エリザベートってレイブンさんとこの姪っ子さん？そうです。レイブンやシュトッフェルは知らなかったようですが、彼女は獅子の穴出身者。バルトラーナにボルフラムの言い名付けを名乗ることを許された唯一の存在と言われていた。よく知っているな、ウェラー卿。ま、そりゃ可愛い弟に関わることだから。私は貴様をボルフラムの兄とは認めん。そうだろうとも。だが当の本人は最近ようやく態度が軟化してね、俺のことをちっちゃい兄上と呼んで慕ってくれているよ。なんだと？嘘つき。その呼び方されてねえじゃん。まあね。でもこの方がバルトラーナのダメージが大きいかなと思って。ああ、コンラッドも嫌われてんだ。そりゃもう害虫扱いです。何をこそこそ話しておられるのかな、魔王陛下。いやどうして俺が獅子だか虎だかの穴でしごかれないといけないわけ？それはあなたがボルフラムの婚約者を自称しているからです。してねえよ。あんたの甥っ子が誤解を曲解して押しかけ婚約者になってるだけ。なんですって？では外交取引用に確保したゾラシア廃公国の姫をボルフラムに押し付けて子育てさせているというのは。押し付けってなんだよ。グレタは大事なうちの子です。ボルフラムも子育てに参加してるけど、それはあいつの意志。魔力の強さを盾にボルフラムに暗示をかけ、婚約者だからそばから離れられないと、そう思い込ませていると。はあ？俺どんだけびっくりな催眠術師だよ。そんなことができるなら多分ユーリは一番最初に左頬をひっぱたいた記憶をあの子の頭の中から消すと思うけど。だよな。さすがコンラッド、分かってる。そんなクロエの情報に間違いなどあるはずが。誰だよクロエって。シロエの妹で当家の使用人です。情報収集を得意とする賢い娘だが、必要とあれば剣も扱う。白だの黒だの忙しいな。ではボルフラムが毎晩あられもない姿で魔王の寝室で添い寝しているという情報も間違いだったと。それは添い寝っていうか。どちらかというといつもボルフラムが先に寝ちゃいますからね。
あられもないのは寝相が悪いからで。まあ正直あのネグリジェはどうかと思うけどな。陛下、はい。やはり奥で詳しいお話をじっくり聞かせていただきたいと思います。よろしいですか？よろしいですね。いや結構です。話すことなんて何にもないです。結構とはよろしい、承諾するという意味ですね。違う、人の話を聞け。いくらでも聞きましょう。城へ陛下をお連れしろ。はい、ご主人。ぶっとい腕で羽交い締めにされた。陛下。いやー、熱い胸痛。ユリ、気をつけて。聞いて。